今週の真心は定食は家族受け抜群の1週間の下味冷凍献立です。この動画は調理時間に余裕のない方、料理に時間がかかってしまう方、また忙しい主婦の方に向いています。ラベルにメニューを書いたらバリエルに袋をセットして早速作っていきましょう。玉ねぎは半分にカットしてこのぐらいの厚切りより薄めの大きさに切る。ブロック肉ですが薄切りでも OK です。キッチンペーパーで押さえて一口サイズの乱切りにカットしたら塩コショウして揉み込みなじませ、あればガーリックソルトを振りかけ小麦粉をかけます。小麦粉は2回に分けて揉み込みながら全体的になじませて袋に詰める。さっきカットした玉ねぎを上に詰めたらあとは調味料です。にんにくチューブ2センチ、醤油大さじ1、オイスターソース大さじ1、酒大さじ3、砂糖大さじ1混ぜたら完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで解凍しました。火は弱めの中火で蓋をする。片面に立ったら別ダレを加えてタレが煮立ったら完成です。玉ねぎも甘くってとっても美味しかったです。さっぱりとしたトマトとすき焼きのタレの相性が良かったので下味冷凍にしました。トマトを10等分ぐらいにカットしたら牛肉をキッチンペーパーで押さえて袋に詰めていく。トマトも加えたらあとは調味料です。醤油大さじ4、酒大さじ4、みりん大さじ4、砂糖大さじ2、水 200ml、 本だし小さじ1、これで完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍は水で解凍しました。お肉をほぐしてから水は弱めの中火で蓋をする。少し煮立ったらアクを取ってお肉に火が通ったら完成です。すき焼きとトマトの酸味の相性が抜群です。美味しかったです。生姜焼きはリクエスト。玉ねぎは半分、厚切りより少し薄めで切って塩コショウを両面に振っていく。上から小麦粉を薄くはたいて両面になじませます。お肉が厚めの場合は側面に切り込みを入れて 3,4 箇所切り込んだら袋に詰めていく。玉ねぎも挟み込むように詰めたらあとは調味料です。みりん大さじ2、酒大さじ1、醤油大さじ1、砂糖大さじ1、生姜チューブ 2,3 センチ。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで解凍しました。火は弱めの中火で蓋をする。煮えたら裏返して両面火が通ったら完成です。ボリューム満点、とっても美味しかったです。家族で大好きな手羽元の唐揚げを作っていきます。手羽元に切り込みを 3,4 箇所に入れていきます。塩コショウを軽く振ってなじませたら袋に詰めていく。あとは調味料です。薄味で下味をつけます。醤油大さじ1、酒大さじ1、にんにくチューブ2センチ、鶏ガラスープの素小さじ1/2、生姜チューブ少々。別ダレはみりん大さじ2、醤油大さじ2、砂糖大さじ2。これを混ぜたら完成です。空気を抜いてタレと一緒に冷凍庫に保管していきます。解凍は水で解凍しました。ざるに出して水気を切って片栗粉をまぶす。170度の油で揚げていく。途中転がしてきつね色になったら油を切って揚げたらとろみをつけたタレに絡ませて完成です。めちゃくちゃ美味しいです。夏野菜たっぷりではないんですがパプリカを入手したのでキーマカレー。玉ねぎと人参をざっくりカットしたらみじん切りにしていきます。パプリカとあればナスも入れてください。角切りにカットしていく。ひき肉は今回豚ひき肉です。合いびき肉でも OK です。入れたら玉ねぎ、人参、パプリカを詰めてあとは調味料です。トマト缶半分、カレールー3つ、ケチャップ大さじ1強、ウスターソース大さじ1、醤油小さじ1、蜂蜜大さじ1、コンソメ大さじ1弱。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍はレンジで解凍しました。火は弱めの中火で蓋をする。
野菜の水分が出てくるのでふつふつしたら混ぜていく。火が通ったらお好みでチーズをかけて、蓋をしてチーズがとろけたら完成です。夢中で食べてくれました。美味しかったです。タラでフライの下味冷凍、シンプルなので作りやすい。塩を振ってなじませたら拭き取りをして一口大の大きさにカットしていく。卵と小麦粉を1対1でバッタ液を作り混ぜます。液が硬い時は水を少し足してください。ラップを敷いてパン粉に間隔を空けて4つ分出していく。上にバッタ液を絡めたタラを乗せていきます。カツなどもこのやり方でやるとくっつくことなく時短でできます。タラを並べたら上からパン粉をかけて、余りを側面になじませて全体的にパン粉がついたら、上から同じ長さのラップをかける。押さえて間の空気を抜いたら両端を折ります。その後上下を折って間を押さえたら、両端を内側に畳み、もう一度真ん中から折りたたんだら出来上がりです。袋に詰めていく。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍はせず凍ったまま低温の油で揚げていきます。160から170度ぐらい。途中焼き色がついたらひっくり返し両面に揚げていきます。きつね色になったら完成です。あっという間になくなります。美味しかったです。パスタのレシピ。玉ねぎ半分を厚切りより薄めの厚さにカットしていく。ピーマンはヘタを取ったら2個分を縦にカットしていきます。ウインナーを買い忘れしたのでベーコンで代用していきます。カットした玉ねぎとベーコン、玉ねぎを詰めたらあとは調味料です。トマト缶半分、ケチャップ大さじ3、醤油小さじ1、ウスターソース大さじ1、砂糖大さじ 1.5、コンソメ小さじ1、牛乳大さじ3、完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。流水解凍しました。解凍したウインナーを入れてフライパンに出したら、蓋をして弱めの中火で煮込んでいきます。途中バターを入れて1分早く揚げたパスタを絡めたら完成です。めちゃくちゃ美味しかったです。今回は撮影の裏側についてお話しします。たまにご質問いただくのですが、下味冷凍を作る時の食材の順番についてです。編集で1メニューずつご紹介していますが、私の場合散らかりそうなものからやります。今回今映しているフライから先に作ってから進めていきます。ちなみに最近発見した揚げ物の下準備なんですが、手が汚れない洗い物が一つで済むし、凍らせてから保存する手間が省けるので、敬遠してたフライがすぐにできるようになりました。コロッケやカツなどもこのやり方だとやりやすくくっつかないので、チャレンジしてほしいレシピです。ちなみに欲張って6個にしたら折り込みができず失敗したので、4つがちょうどよく折り込みができるサイズ感です。次に取り掛かるのは野菜。洗って皮を剥いて切っての工程が何気に時間を取られるので、作業台が散らかりやすいものから切ってしまう。野菜を先に切ってしまうことでメニューに必要なものが明確になるので、献立を立てる時に何がどれくらい必要で何切りがいいのかメモに記入しているのですが、これをすることで頭の中の整理ができて早くゴールに近づくことができます。時短の仕方はまたご紹介します。お肉ですが最後にするのには理由があって、空気に触れることで酸化が進んでしまうため、何品も作るときは最後に回すのをおすすめします。またお肉はできる限り切れているものだと効率よく時短ができます。今回は下味冷凍7品1週間の献立と下味冷凍や調理時の時短方法についてご紹介していきました。下味冷凍に慣れてくると通常の調理も早くなってくるので、 2,3 品からでもぜひチャレンジしてみてください。おすすめはナポリタンとキーマカレー、白身魚のフライ、唐揚げです。先週は胃腸炎で体調を崩してしまったんですが、皆様からの温かい言葉が体に染み渡りました。お気遣い本当にありがとうございます。皆様もお体に気をつけて明日からまた頑張りましょう。ご視聴ありがとうございました。また来週もお会いできますように。